こんにちは、皆さん。今日は非常に特別な実験に挑戦します。あの伝説のアニメ、新世紀エヴァンゲリオンの最終回について話しますが、今回は一味違います。なんと AI にエヴァンゲリオンの物語を教え、誰でも理解できるような最終回を作成してもらいました。信じられますか？エヴァンゲリオンのオリジナルの最終回は賛否が分かれましたが、今回の AI 版はどうでしょうか？疑問や不満が解消されるのか、はたまた新たな混乱を引き起こすのか。一緒に探っていきましょう。この動画では人の手による内容の変更は一切言っていません。AI がどれだけこの複雑な物語を理解し、さらには誰にでも理解できる形に落とし込めるのか、その結果が非常に楽しみです。1、イントロダクション。東京、三市。その街並みは一見、平和そのものだった。しかし、その平和な外見とは裏腹に、街の地下深くには NERV ネルフの本部があり、碇シンジ、綾波レイ、蒼龍、アスカ・ラングレーの3人の少年少女が大きな責任を担っていた。第15子と、現れたな。碇言動の声は冷たく、NERV の作戦室内に響く。やれやれ、また始まったのね。ミサト大尉はため息をつきながら、大型スクリーンに映し出される使徒のデータを眺める。レイ、アスカ、出撃だ。シンジは言動の言葉に緊張しながらも、仲間たちに声をかける。了解、シンジ、レイは無表情に答える。ついてこれるかしら。アスカは一瞬、シンジを挑発するように見つめ、コックピットへと急ぐ。言動はひとしきりの指示を終えた後、モニターの前で腕を組む。今回の使徒は何かが違う。シンジ、お前たちは気をつけるんだ。はい、父さん。シンジの返事は表面上は冷静だが、内心で言動に対する疑念と不信感が渦巻いていた。この緊張感あふれる状況は、ただの使徒との戦い以上のものを暗示していた。それはシンジも感じ取っていた。使徒を倒すだけでなく、人類補完計画の真実をこの手で明らかにしなければならない。その大きな課題と責任が、彼の心を圧迫していた。2、インチーティングインシデント。第15子と、目標距離2500メートル。接近しています。作戦室のオペレーターが緊迫した声で報告する。ミサトはシンジたちに向かって命じる。全ユニット、AT フィールドを最大限まで展開して。おいおい、本当にこのまま大丈夫なの？アスカの声には不安と皮肉が混じっている。考えてる暇はない、やるしかないんだ。シンジは操縦桿を握りしめる。そんな中、使徒は突如として停止し、その体から異常な光を発して周囲の空間を歪ませる。何これ？レイが驚愕する。これは時空が歪んでいる。オペレーターの顔が青ざめる。言動は静かにモニターを見つめている。やはり、今回の使徒は特別だ。このままでは、突然、シンジのコミュニケーションが切れる。彼は目の前の光景に呆然とする。何もかもが白く塗りつぶされ、やがてその中から言動の声が聞こえてくる。シンジ、聞こえるか？父さん、何が起こってるんですか？これが人類補完計画の一端だ。覚悟を決めろ。シンジはその言葉に戸惑い、驚愕する。これはただの使徒との戦いではない。ここで何が行われようとしているのか、その全貌が見えない不安と疑念がシンジを取り囲んでいた。3、コンフリクト？シンジは突如として現れた白い空間で、言動と対峙していた。この状況が人類補完計画の一部であると言われても、具体的に何が起こっているのか理解できない。父さん、一体何をするつもりですか？シンジの声は震えていた。人類を救う。それが NERV の使命だ。言動は冷静に答える。そんな言葉、信じられるわけがない。シンジの言葉に、言動は瞬間的に表情を変える。その後すぐに落ち着きを取り戻し、シンジに向かって語りかける。信じるも信じないも、お前の選択だ。しかし、何もしなければ人類は滅びる。その瞬間、白い空間が揺れ動く。シンジの周りにはレイ、アスカ、そしてミサトの姿が現れる。おい、怒り、何してるんだ？アスカは怒り気味に叫ぶ。
シンジ、これが何なのか説明して。ミサトも混乱している。私たち、どうすれば。レイは言葉を濁す。シンジは突然の状況にパニックになりながらも、何かをしなければならないと感じる。そして、人類補完計画が果たして何なのか、それを知る鍵が言動であると確信する。父さん、本当のことを教えてください。人類補完計画とは何ですか？言動はしばらくの沈黙の後、口を開く。それは人類が一つになるための計画だ。一つになる。そう、すべての人間が一つの存在に統合される。その結果、人々の心の痛みや孤独がなくなる。シンジはその言葉に戸惑い、怒りを感じる。しかし、それが本当に人類にとって最良の選択なのかどうか、確信を持てずにいた。4. クライマックス。シンジは言動の言葉に激しく反発する。すべての人が一つになったら、それぞれの人が何者か、それが全く意味をなくしてしまう。言動は冷静に反論する。その意味とは何だ？人々は争い、傷つけ合い、孤独に苦しむ。一つになることで、そのすべてが解消する。それが正しいとは限らない。シンジは声を張り上げる。その瞬間、白い空間が再び揺れ、不可解なシンボルや文字が出現する。シンジにはその意味がわからない。だが、一つだけ確かなことがある。それがこの状況を打破する鍵だという直感。アスカ、レイ、ミサトが再びその空間に姿を現す。彼女たちはシンジを見て何かを感じ取る。シンジ、あなたが何を決断するか、私たちもそれに従う。ミサトが静かに言う。怒り、君の選択を信じるわ。アスカも同様に付け加える。レイはただ静かにシンジを見つめている。シンジは深呼吸をすると、言動に向かって宣言する。父さん、人類補完計画、やめてください。私たちは、自分自身と向き合い、自分を乗り越えていく。それが人間だと思います。言動は少し驚いたような表情を見せ、ついに微笑む。よく言った、シンジ。突如、白い空間が解消され、シンジたちは元の世界に戻る。第15使徒は消滅し、人類補完計画も中止される。ボーリングアクション。戻った世界で、シンジは NERV の施設内で目を覚ます。そこにはアスカ、レイ、ミサトもいた。ようやく目を覚ましたか、イカリくん。ミサトは微笑んでいる。何もかもが終わったの？シンジは不安げに尋ねる。人類補完計画は公式に中止になったよ。おかげさまで、アスカが言い放つ。レイもシンジに微笑みかける。それは彼女がこれまでに見せたことがない、温かな笑顔だ。シンジはしばらくその状況を理解するのに時間がかかるが、最終的には安堵の表情を見せる。ありがとう、みんな。6、レゾリューション。シンジは言動と対面する。父と子が言葉を交わすのは久しぶりだ。父さん、どうして計画を止めてくれたんですか？お前の言葉が、私の考えを変えた。言動は淡々と語る。これからは、どうしますか？ NERV は解散する。私も、新たな道を探す。言動は部屋を出る前に、一度だけシンジを見つめる。その目は、何かを訴えかけているようだった。7、レヌーメント。数週間後、シンジは学校で過ごしている。周りの人々も明らかに変わっており、以前よりも友好的な雰囲気が漂っている。当時とケンスケも元気で、普通の学生生活を楽しんでいる。アスカは外国に帰国することになったが、シンジとはメールでやり取りをしている。レイは神秘的な存在として消えてしまったが、その思い出はシンジの心にしっかりと残っている。ミサトは軍から退役し、ジャーナリストとして活動を始める。シンジに対しては、いつでも頼ってきてよいと言ってくれた。シンジ自身も、自分をもっと理解しようと努力している。その過程で、いくつかの答えと多くの疑問を見つけているが、それが人生だと受け入れている。8、コンクルージョン。シンジは夕焼けを見ながら一人で考えている。そして、ポケットから取り出したペンダントを見つめる。
それは、かつて母が持っていたもので、今は言動から託された。ありがとう、母さん。そして、父さん。シンジはペンダントを空に向けて掲げる。新しい未来が、その先に広がっている。これからが、本当の始まりだ。彼はその場を去る。背後には美しい夕日と、未来への希望が広がっていた。以上で物語は終了です。さて、皆さん、いかがでしたか？ AI によって作成された新世紀エヴァンゲリオンの最終回、期待に応えるものだったでしょうか？または、オリジナルには及ばなかったと感じたでしょうか？特に注目すべきは、言動が突然、何の脈絡もなく改心した点です。これについては少し引っかかりましたね。AI が人間の心の複雑性をどれだけ理解しているのか、その限界がここで現れた可能性もあります。一つ確かなのは、AI がエヴァンゲリオンのような深みのある、複雑な物語にも挑戦できるということです。そして、その結果がどれだけ人々の期待に応えられるのか、それ自体が新たな議論の種となるでしょう。今回の動画が面白かった、または何か新しい視点を提供できたと感じたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。そして、コメント欄であなたの意見を聞かせてください。AI が作る別のアニメや物語にも挑戦してみたい場合は、そのアイデアもコメントで教えてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。